はいどうも、市川の便利屋です。本日はご近所の木の伐採のお仕事をさせていただきました。家から自転車で5分ほどだったので非常に通いやすくて良かったです。ただものすごく暑かったんですけどね。はい。では現場の確認をさせていただきます。はい。根元の方がこんな感じで茂ってますね。はい。もともと鉢植えだったらしいですけど、その鉢を突き破ってですね、でこれだけ大きくなった。4年間でこれだけ大きくなったらしいですね。もともと添え木として使っていた緑の支柱がもはや小枝のように見えてますね。はい。こんな状態の木ですね。測ってみたら幹周りが40センチを超えておりました。そして高さがおそらく8メートルがいってましたね。2階の屋根に達してましたので、これを伐採していくというお仕事ですね。それでは今回も作業風景を早送りで見ていただきたいと思います。3、2、1、スタートです。はい、まず切る前に枝ですね。ちょっと邪魔なものを切っていく。そして周りの草とかもちょっと取っていくっていう作業をしてですね、プランを立てております。お隣の家に当たってはいけないので、方向をね定めて、はい、こんな感じですね。もう取れちゃったはい、裏手にある生垣がありますので、その生垣にちょっとクッションとしてね支えてもらう感じでこう倒してですね、あとはこのように引きずって、ちょっとずつ枝を取っていってばらしていくといった作業ですね。伐採というのは木を切ることじゃすぐなんですけども、その後の処理ですね。袋詰めにしたり、この枝を50センチの長さに切り揃えてまとめて捨てやすくするという作業がすごく時間かかるんですね。はい、結構縦横無尽に生えてますので、どこまでがこう袋詰めにしていいのか、どれぐらいの大きさの枝からこうまとめてこう縛って捨てなきゃいけないのか、この辺りの判断難しいですけどね。さあ、そうこうしているうちに伐採が完了しました。はい、このようにですね、ある程度幹を残してます。というのも、この後ですね、抜根作業もやるんですね。はい、根を取りますので、はい、上の幹があった方がですね、テコの力を使ってこう左右に揺らしてですね、根っこをこう折ることができたりするので、ある程度伸ばしてるんですね。それでは抜根作業ダイジェストスタートです。はい、このようにちょっと長さを整えましてですね、あとはもともとあった植木鉢を今取り除いてますね。そして周りの土を掘りまして地中の状態を調べております。というのもですね、この水道がありますよね。この水道の配管がもしかしたらこの下を通ってたりするので、そういったものをね傷つけてしまってはいけないので、慎重に周りを掘っていく必要があるんですね。でもしこの配管とかに巻きついていたらそこで断念しないといけないですからね。はい、掘っていくうちに、はい、見えてきましたね。ちょっとグレーのが見えてきましたね。はい、これが配管ですね。見事に木の下を通っておりました。はい、なのでちょっとばらしてですね、分解しながら取っていかなきゃいけないということが分かりましたね。だからノコギリで切ってですね、で地中に埋まった部分ね、配管の近くの部分はもう残してですね、無理やり取ると配管を割ってしまう可能性がありますので、このように根っこに除草剤を吸わしてですね、もう生えてこないようにここで枯らしてしまうという作戦を取りました。はい、大きく分けて3つ大きな根っこがあったんですけど、これ最後の根っこですね。なるべく地表に見えないように埋まっているところで切りまして、で分解して外していく作業をやってますね。はい、動き始めましたね。スコップでちょっと持ち上げると動き出しましたので、このやり方で合ってんだっていうことが分かりました。割と横に広がるタイプの根っこだったので、横の根っこを切っていけばだんだんこうグラグラしてくるので、取りやすかったですね。はい、ちょっとずつ分解していってますね。はい、割れました。はい、そして取り除いて最後の塊ですね。この辺りは大きなシャベルで掘り返すことができなかったので、小さなスコップでちょっとずつ掘っていくというね、発掘のような作業でした。切り口に除草剤を撒いて枯らしていくという作戦でやらせていただきました。はい、十分巻きましたね。結構ね、直射日光が当たるとこだとすぐね乾いてしまうので、なるべくもうすぐ切ってすぐ吸わせて、であとは土を上にかぶせてですね、乾燥を防ぐということですね。はい、この熊手かなり便利でしたね。地表を鳴らすにはちょうど良かったですね。そして最後は草を取って終了ということですね。はい、では最後仕上がりを見ていただきましょう。はい、このようにすっきりしました。空が見えるようになりましたよね。さあ、地表の部分はどうなっているのかと言いますと、お庭の手前からどんどん入っていきましょう。そうすると手前左に見えますのが、はい、切り株ですね。残骸が残っております。そして地表を見てみると、はい、綺麗になりましたね。
今まで地表を見たことなかったらしいんですよね、この家主さんは。ずっと平剤に、ツタとかいろんな植物生えてたので、この状態見るのが初めてだというふうに言って感動されておりました。はい、そしてビフォーの写真ですね。はい、8メートル級の木が生えておりまして、はい、これが3時間でどうなったかというと、こうなりました。はい。かなり暑い日だったので、ちょっとね、こまめにお茶の補給を怠ってしまってですね、途中かなり頭痛くなってしまったんですけども、なんとか無事に終了させることができました。そして夏の暑さ、まだまだ残暑が続きますので、9月といえども甘く見てはいけないなということを体感しました。はい。では、縦向きの写真を比べてみましょう。これが、こうなりました。このように横に並べてみるとよくわかるものですね。空の広さが全く違いますよね。今回出た残骸ですね。はい、根っこの部分、はい、そして幹の部分、そして枝の部分、分けて集めさせていただきました。袋は5袋ですね。枝から先の葉っぱの部分だけで5袋になりました。はい、このように市川市の場合はまとめないといけないですね。50センチの長さにまとめて30センチ以内の直径にまとめて捨てると。で、奥の方にあった幹とかはまた乾かして再利用されるということなので、そのまま置いておきました。はい、元々の幹ですね。はい、このように40センチを超える太い幹だったんですけども、切り終わったらこの状態になりました。はい、よく頑張りました。抜根作業ね、あまりやることはないんですけども、今回無事にね、終わらせることができてよかったなと思います。しかも3時間なので、割と早めに終わったかなといったところで。で、周りのちょっとした木の剪定の方もね、サービスでやらせていただく余裕もありましたし、熱中症で頭さえ痛くなければ完璧でしたね。はい、ということで今回伐採と抜根作業3時間作業させていただきまして、いただいた作業量の合計は3万円でした。どうもありがとうございました。はい、もともとね、5メートルとお伺いしてたんですけども、実際測ってみたら8メートルありまして、当初の予定よりもですね、ちょっと料金が上がってしまったんですけども、このまま放置しているとやばいということでご依頼いただきまして、で、作業を無事に終了させることができてほっとしております。ありがとうございました。また帰り際には、暑い中ご苦労様でしたと言って、徳島の特製そうめんをくださいました。帰ってすぐに家族と一緒にいただいたんですけども、かなりツルツルしてコシのある美味しいそうめんでした。本当にありがとうございました。おかげさまで熱中症が吹き飛びました。はい。ということで、今回は以上となります。最近は草抜き以外にも、ツタの除去ですとか、こういった伐採、抜根の作業までいただくことができて、幅広くやらせていただいております。もしこのような作業が必要な方いらっしゃいましたら、お気軽にご連絡いただければと思います。市川の便利屋@gmail.com もしくはこちらの LINE の QR コードを読んで KM73 までご連絡いただければと思います。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。